SNS 映えするイラストを描いてるはずなんですが、全然伸びてません。どうしたらいいんでしょうか？なんで伸びないのかがね、この質問で一発で分かったわ。SNS 映えするイラストって言ってるから。SNS っていうのは今たくさんあるわけよ。YouTube、X、インスタ、Facebook、Pixiv。それぞれに特化した SNS があるわけやね。例えばやけど、X ですごいフォロワーたくさんいているイラストレーターさんとかでも、YouTube で生配信しても全然人が来ない。それはもう戦略が全然違うから。まあみんなね、イラストレーターだったら、最近は一番 X が活動の幅が広いと思うけど、ちゃんと X に向けた人たちに対してのイラストが描けているか。X っていうのは、そこまでイラストを見るツールでもないから、パーってこれ見てるじゃん。一瞬でしかイラストを判断してないよね。だから、一瞬で捉えれるようなイラストを描いておかなきゃいけないわけよ。一目見て、一体何のイラストなのか、それが一瞬でわかるようなイラストじゃないと伸びたりしないわけよ。だからね、初心者とかあまり伸びてない人っていうのは、そこができてないのよ。しっかりターゲットに絞ったイラストを描かないと。どっかにそんな講座落ちてないかな？あれまたあの人がそんな講座やってくれてるぞ。これちょっと失礼かもしれないですけど、あんまりうまくいってないタイプのイラストレーターさんにありがちなヘッダーの例とかをやらせていただきたいと思います。全身見せたくて、こんな感じになってるとか、アイコンだと。これは、ちょっとまずいなと思ってて、実際、ポストするときとかに、これくらい小ささになるんじゃないかなと思ってて、これだと本当に誰が喋ってるのかちょっとわかりづらいかな。これ結構ヘッダーアイコンに限らず自分のイラストをしっかり見せたいっていう方であれば顔部分メインでこれぐらいにしちゃっても全然いいかなと。これぐらいだったら先ほどのちょっとちっちゃいバージョンでも視認性がすごい高くなるという。これとこれが並んだ時にどっちがより見やすいかって言ったらやっぱ下のアイコンだと思うので、なのでできればちょっと顔をしっかり映すくらい。この絵の場合だともうこれぐらいにするとか。位置とかも結構難しいんですけど、割とちょっとこうなっちゃったりとか、こうなってたりとかするとちょっと分かりづらいね。こういう風にするんであれば、こうやってもうめちゃくちゃ大きくして、こういう感じにするとかですかね。もうこれぐらいにしちゃうとかですか。これだと結構目立ちやすいです。前回のコロスとかでも使ったちょっとこういうイラストとか、これぐらいにしたりとかです。失礼ですけど、伸びづらい人とかだと、ちょっと、こうなっちゃう人は結構多くて、自分としてはこっちの方が多分バランスいいかな。多分こういう風なアイコンにしちゃってる人って結構いらっしゃると思うんで、下向きというか、僕はちょっと顔の位置は上の方にして、これぐらいのバランスの方が多分、スッキリするかな。結構な数のヘッダーとアイコンを見させてもらったんですけど、やっぱ輪郭を円の外側にひっつけちゃうタイプの人は、見栄え悪いかな。これは本当に感覚です。何度も言いますけど、ちょっと。あと SD とかですかね。こうやっていっぱい SD あったとしたら、こうあるのが SD 全部入れちゃうとか。そういうのとかも、ちょっと視認性があんまり良くないので、これぐらいにした方がいいかな。ちっちゃいまま使うんだったら、こういう余白をうまく使うアイコンとかも、なんだこれはって思うので、この場合はちょっとあれさっきのやつと一緒じゃないって思うかもしれないんですが、見比べれば面白いと思います。上と下でどっちのが気になるかっていうのって、多分上の方が気になりませんかね。アイコンってやっぱいかに気になるかっていうのとかがちっちゃい画像で表現できるかなと思っているので、一工夫するんであればこういうのもありかなと。あとアイコンは特にヘッダーよりも重要だと思ってます。実際にじゃあちょっとヘッダーを入れていきますけど、ダメな例から言っていいですか。こうやって例えばアナログで描いた絵とかがあって、結構大きく表示して、これがしかも結構ボケちゃってるみたいな。そういうのとかはあんまりセンス良くないなって個人的には思っちゃいます。こういうのやるんであればしっかり綺麗に撮ったりとかした方がいいかな。これだいぶいいです。ちょっとこっちに寄せたりこっちに寄せたりしても。
こっちに寄せるのはあんまり良くないですね。寄せるなら右とか。なぜ寄せるのが右なのかっていうと、左にアイコンがあるので、情報をこっちに寄せすぎると、黒く見えちゃう。だから、ヘッダーは基本的にちょっと右寄りに情報を置いた方がバランスいいかなと思う。ダメな例としては、去年私が私的に数人の人を集めて3ヶ月ほどいろいろとアドバイスやこうしたらいいんじゃないかみたいなお話をさせていただいて、それによってフォロワー数やいいね数が伸びた人たちを実例として、それを踏まえて SNS の戦略についてお話しさせていただきます。こちらの方は最初応募していただいた時点ではフォロワー数が2.79だったんですけど、3ヶ月くらい経って最終的には7000近くまで伸びて、一応現在確認したらもう7000人を超えていたので、自分の指摘である程度効果があった方になります。9人今回見させていただいたんですけども、全員が効果あるわけではなくて、最終的に6、7人ぐらいはかなりの数増えたので、効果あった実例や、あと僕の指示であんまりうまくいかなかった人の話とかもちょっとしたかったので、好例と悪かった例とかも踏まえて、きちんと忖度なくお話はしていきたいなと思っています。まずメディア欄を見させていただいて、メディア欄の半分くらいが全然絵と関係ないようなお話を画像付きでやられていたので、まずこういう投稿を極力しないようにお願いしました。実際、左が本人が書いた。あまりちょっと似せれていなかったので、意識して似せてくださいみたいな話をすごいしました。実際、ちょっとずつ改善していて、この方は最終的には僕がもらったいいねよりも多かったりしたくらいいいねもらえるようになりましたね。多いと5万いいねとか6万いいねくらいをもらってた気がします。で、これはもう9人全員にお願いしてたんですけど、目線がとにかく合ってなかった方が多かったです。この方も修正前がこちらの形になるんですが、本人は目線を合わせていたつもりだったみたいなんですけど、どうしても目線が合っていなかったので、もう徹底的に何回も目線をこちらに合わせるようにっていう誘導はさせていただいてました。人の絵を修正させるっていうのは、された側はストレス溜まることが多いので、実際これはもう正直に話しますと、9人中1人だけ脱落してしまいました。2ヶ月目くらいに、どうしてもちょっと指示通り書くのが本当にしんどいのでって話になって、1人だけ脱落してしまったんですが、僕の指示の悪かったとかもあるんですが、やっぱ合う合わないはあると思うんで、ちょっと僕がさっと仮で作った VTuber さんみたいな方がいるとするじゃないですか。元の絵が、こんな感じだったんですね。大元のキャラに比べて、手癖が出すぎていて、パッと見のタイムラインとかで見たときに、どうしてもこのキャラだって分かりやすくするために、特に良くなかったのが、実際僕がこのキャラ描くとしたら、みたいな。ちょっとこのキャラ、ちょっとだけ相手を小馬鹿にしたような顔をしつつで、このポーズも全然悪くはないんですけど、目を引く構図としてはこんな感じで、ちょっとだけ顔が見えるような位置でやった方がいいかなと思います。いろいろあるんですけど、この方上手くて、指とかにも表情があって、例えばこうやって人差し指だけちょっと伸ばしてみたりみたいな遊び心があると、人間に正気が出たりとか、躍動感が出たりみたいな。イラストに立体感を与えるコツみたいのがあるんですけど、もう少し、これぐらいにしたら割と面白いんじゃないかな。あまり画力的にはそんなには両方変わってないんですけど、ちょっとしたところいくつか気をつけるだけでだいぶ見た目変わりましたね。コンセプトをしっかり決めたのであれば、それっぽい絵としては、左よりは右の方がちょっとより引きつけられるパッと見の絵になってるかなと。こういうキャラがいたとします。SD なんですけど、頭大きめに描いて、そこで髪型はかなり合わせますよね。こういうお団子があった場合とかは、気持ちバランスよりも大きく描いたり、これってやっぱりこの子のトレードマークだったりすることが多いので、こういうものは分かりやすく描いた方が SD としては正解に近いですね。例えばヘアピンがこういうところにありますよだった場合は、SD だったら、これくらいで見られると思うんで、SD でいくと。ちっちゃいキーホルダーとかなった時にやっぱり遠くからでもある程度視認できるって
っていうモチーフは大きめに描くことが多いです。ここ、本当はこれぐらいの大きさで描くんですよね、SD のてっぺん。でも前に突き出しているよっていうのを SD として重要な部分としては、例えばこうやってこんな感じで体を描いてしまうことがあるんですけど、これはやめてください。本当に見た目悪いのでここだけの話になっちゃうんですけど、なんでこのファンアート使われてるんだって、ちょっと上手くなくてもあると思うんですよ。やっぱ、サムネ作る側が使いやすい絵が少ないんですよね。パッとファンアートさせた時に。だから、逆にそこ狙い目だったりします。これは多分、あんまり気づいてる人少なくて、僕も YouTube ちょっとやってて、サムネ作ったりしたことあったんですけど、その時にやっぱファンアートバーって調べた時に、思ったよりこういう証明写真的な絵って少ないんですよ。見栄え悪いし、伸びづらいからです。でも逆に言うと、サムネイルは使ってもらいやすいっていう特徴はあります。まあ、あと、SD は結構狙い目だと、すごい視認性が高いので、これぐらいにしてもわかるじゃないですか。もちろんちゃんと上手い絵とかも選ばれたりします。でもそれは正直ライバルが多いので、選ばれにくいかなって思うんですよね。だから本当に選ばれたいのであれば、こうやってちゃんと VTuber さんにも中に人間がいて、まあこれちょっとメタいんですけど、感情とかもあるっていうのは理解しないとなかなか難しいんですが、やっぱ使ってもらいやすい方法としては、皆さんこんにちは。個人 VTuber のカニクボ七味と申します。イクシー先生の切り抜き動画をカニ集合という名前でたまに更新したりしてます。今回はイクシー先生のコロソ第2弾の素直な感想を言っていきたいと思います。イクシー先生、第1弾が大好評でめちゃくちゃ売れたからって、もうさすがに講座することないんじゃ、と、心配していたのですが、ありました。大丈夫でした。おすすめポイント2つあります。1、SNS 戦略。第2弾のテーマは、伸び悩みを解消。SNS が伸びる画力と構図の法則とのことで、伸びるコツって言ったって、そりゃもともと人気なイクシー先生だからでしょうが、と、常々思っているのですが、今回何と言っても大注目なのが、X で伸び悩むアマチュアの絵師さん9人を集めて、イクシー先生が3ヶ月付きっきりで指導やアドバイスをして、実際に伸びたり伸びなかったりしたノウハウが講座になっているところです。体を張りすぎでは途中で脱落してしまった人も出るという、あまりにも現実、バズの道は険しいという点が驚きでした。だからこそ、そんな過酷な環境で得られた具体的な共通の知見や伸びた原因、伸びなかった原因などがセクション 4X 戦略編で学べる大変ありがたい内容になっていました。X で数字が伸び悩んでいる人にとってとても刺さる内容ではないかと思いました。おすすめ2つ目、VTuber さんがサムネに使いたくなるファンアートの話が面白かったです。私も個人 VTuber として活動していまして、ありがたいことにファンアートを描いていただく機会があったりして、これはわかると共感することもありましたし、私も好きな V さんのイラストを描いてサムネに使われたいなと思っていることもあるので、とても学びの多い講座でした。今回、表情を生き生きさせるテクニックが前回よりもグレードアップしていて、表情筋の連動の話が段階を踏んでいくみたいなところもうすごい細かくて楽しいと思いました。他にも SD イラストを可愛く描く講座だったり、3D モデルの活用法、見栄えのいいバストアップの仕上げのコツなど、すぐに真似したくなる方法がたくさん学べました。で、余談になりますが、クシー先生のかっこいいイラスト、可愛いイラストの描き分けのところがあったんですけど、そこで普段見ないようなかっこいいイラストが突然出てきて、そんな絵も描けたんですかと驚きました。プロってすごいなと思いました。そんな感じでとても充実した約11時間でした。ぜひ皆さんもイクシー先生コロソ第2弾で学んでみてください。